偉い人が、いくらでこの機械を入れたかって、まあどうでもいいのよね。うん。そのことで怒られるかもしれないけど、まあどうでもいいのよ。うん。眼科医の平松です。今日は白内障手術の最新治療と言われているレーザー白内障手術またはオラ。ね、これについてお話しようと思います。オラっていうかね、術中計測器っていうのが正しいかな。オラ以外もあることあるんで。なので、それについてお話ししようと思います。まず、白内障手術っていうのは何なのか分かっている人もいると思いますが、シンプルに言って、目の玉ですね。これ目の玉ですね。切って。で、中にあるレンズを吸い取って、代わりに人工のレンズを入れてくる。こんな感じの手術になります。非常にシンプルに言いましたけど、そういう風に、汚れを取って、代わりにレンズを入れてくるっていうのが白内障の手術になります。それで、きっと皆さんが白内障手術にして調べると、オラがいいよとか、レーザーがいいよって書いてあるサイトを見ることも、結構あると思うんです。で、それがどうなのかなって意見をもらうこと、はたまた、それじゃないとちょっとダメですよねって言われることもあるんで、それについてお話ししようと思います。結論を先に言ってしまうと、いいものなんだけれども、絶対条件ってほどいいものでもない。こんな感じのニュアンスと思っていただければと思います。まず、レーザー白内障手術って何なのっていうと、結構勘違いされてるのが、レーザーだけで全部が治っちゃう。ね、こんなイメージを持たれる方もいいと思いますね。例えば、脱毛であるとかね、皮膚の出来物であるとかね、出来物を切って取らなきゃいけないのをレーザーだけでプシュッとなくなっちゃった。こんな感じで、白内障もレーザーでプシュッと綺麗になくなって、レンズが勝手に入ってレーザーでね、で、綺麗になるんだって思うかもしれない。これ全然違うんですね。レーザー白内障手術って何なのかっていうと、全体の手術の中の、そうですね、半分近いかな、ぐらいの作業をレーザーがやってくれるってこんなニュアンスなんですよ。で、全部じゃないんですよ。具体的に工程をお話しましょう。白内障手術っていうのは、まず麻酔しますよね。これはもちろんレーザーでやらないです。自分で麻酔します。で、まず傷口を作ります。これレーザーでできるんです。で、目の玉の中には水晶体というレンズがあって、このレンズを円形に切るんです。これレーザーでできます。で、その後、中に入っているレンズをちょっと砕いてあげる。ここもレーザーでできます。で、この砕いたレンズを吸ってきます。ここからレーザーできなくなります。で、機械で吸っていきます。その後、皮質っていうね、目の周りにある汚れ、これを取ってきます。これもレーザーでできません。ね、手でやります。で、次に、粘弾性物質っていうね、目の玉を保持するようなお薬入れます。これもレーザーではできなくて、自分の手で入れます。で、その後に人工のレンズを入れてきます。これも手でやります。で、レンズを入れた後に残った粘弾性物質っていうのを洗ってきます。これも手でやります。で、最後に目の圧力をかけて、傷口を塞ぎます。これも手でやります。こんな感じの流れなんですよ。つまり、最初の方のいくつかの手立てをレーザーでやるってだけで、だから、このレーザー手術をすれば完璧ではないよとか、すべてが、バッチリ終わっちゃうよってわけじゃないし、レーザー手術自体も合併症リスクっていうのがあるっていうのが分かってるんですね。それは、人の手では起こらないようなリスクが起きたりだとか、それもあります。一方で、人の手よりも安全性が高い面もあったりするので、正直、患者さんの状態によるっていうのがまず大前提です。つまり、この患者さんはもうレーザーは絶対無理だねって人もいます。はたまた、この患者さんの場合は、レーザーにして、全然いいよねって人もいます。まずこれが大前提。つまり、レーザーできない人がいるんですよ。人の手じゃないと無理って人がいます。一方で、レーザーじゃないと無理って患者さんはいません。一人もいません。というふうに思ってくださいね。で、レーザーの場合は、何がいいか。要は、人間って信用できないじゃないですか。あなたはどのぐらい手術ができますかって言って、かなり手術ができますとかって言っても、本当かいとか、そういう風になってきますよね。でも、レーザーだったら、もう、このレーザーは、この程度の性能がありますって分かってくるんで、これがレーザーの最大のメリットです。言い方変えると、ばらつきがないってことですね。一方で、レーザー特有のデメリット、ね、例えば CCC ってさっき円形に切るって言ったんだけど、それを、人間の手だとつるっと円形に切るんだけど、機械で切ると、
プツ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 穴を開けて円形にする感じなので、ちょっとそこでね、変にこう切れてしまったりすることがあるとかっていうこともあるんですよ。ただ、円形には切れるけどね。っていうことがある。あとは、時間もかかっちゃうね。人の手の方が結構今早いです。将来、レーザーが良くなってくるかもっていうところもあります。一方で、レーザー治療だと、その円形に切るのは、かなり綺麗に円形に切れますね。人間の手で円形に切るよりは、もう非常に綺麗に円形に切れるので、これは綺麗だねっていう風に感じになりますね。また、手が震えるとか、そういうこともないわけで。安心して円形に切れる。っていうのが、今現状としてあると思ってください。で、じゃあ、先生は進めますかどうですかどっちをっていうと、上手い人の手術だったら、レーザーである必要は一切ないと思います。一方で、そうでもない先生だったら、レーザーの方がいいことは、正直あるかなっていうふうに思いますね。なんで、そこは、もちろんね、術者とも相談して、もちろんレーザーにもメリットがあるので、一定の。だからそこのメリットを考えるか。ただ、デメリットとしては、レーザー手術をすると、保険診療ではなくなってしまうんですね。保険診療でなくなるので、値段は上がってしまうと。ただ、そういうふうに、最新の技術で手術を受けたいという方には、レーザーはいいでしょうっていう感じですね。結果はどうなのね。これが一番重要じゃないですか。レーザー手術をした方がすごくよく見えて、手でやった方がよく見えない。だったら、絶対レーザーがいいですよね。一方逆に手の方がよく見えるんだったら、手の方がいい。結果が全てじゃないか。おっしゃる通りです。結果、変わりません。レーザーだったら 1.2 になって、手だと 1.0 しか出ませんとか、ないんですよ。視力は変わりません。なので、本当にわずかな差は、なんていうかな。ちょっとした視力に出ないほどの差はあるかもしれないのね。っていう説もあったりする。けど、現実問題視力は変わらん。ので、別に、なんていうかな。結果がすごくいいとか悪いとかっていうのはそれでないと思ってください。二つ目でよく言われるのが、オラとか、術中計測式って言われるものです。これは何かっていうと、白内障手術ってさっき汚れたレンズを取って、代わりに人工のレンズを入れてくるって言ったじゃないですか。その時代わりに入れてくる人工のレンズっていうのは、世界的な計算式に基づいて目の玉の中に入れるんですね。ただ、この世界的計算式をするときにデメリットがあるんですよ。ですね、わからないところが2つあるんです。1つは全貌の厚みっていうことと、術後の全貌の厚みっていうことと、2つ目がレンズの度数っていうね。つまり、よく、なんとかな、昔ね、若い頃、算数とか数学とかやった時に X とか Y とかあったじゃないですか。X とか Y が2つあって、答えがちょっと出づらい状態なんですよ。なので、ちょっと難しい表現でごめんね。なので、どうしてるかっていうと、もう、X と Y は、この式からは求められませんと。例えばね、X たす Y は4ですっていう式があったとして、X と Y はいくつって聞かれたらどう思います？ X が3で Y が1かもしれないし、X が2で Y が2かもしれなくて、わからんってなっちゃうじゃないですか。つまり、一つの式でわかんないところが2つあるっていうのが、今の現状なんですよ。ただ、大体は推測できちゃったりするんですね。なので、大体で推測して、かつ、今までの莫大な経験値によって、ざっくりここら辺だよねっていうのがわかる。これを眼内レンズ度数計算式って言います。あなたの目の玉の直径とか、角膜黒目の曲がりだとか、目の深さだとか、いろんなのを計測することによって、大体このぐらいの度数だよねっていう計算式。ただこの計算式というのは 100% 当てはまるわけじゃないんですね。9割以上の確率で、大体思ったような度数に設定することができるんですけれども、100% ではないわけですよ。じゃあそれをちょっとでも上げる方法はないのかっていうことで開発されたのが、オラという方法です。これは、白内障手術をした時にわからない数値として、全貌の厚さって何なのっていうと、この目の白内障をした時に、目の玉横から見て、ここにレンズがあって、角膜があるんですけど、この厚みっていうのは、手術前の厚みはわかるのね。なんだけど、手術した後この厚みが変わってしまうと、レンズを入れる位置によって度が変わってしまうのよ。
だからこそ、どのぐらいの厚みになったのかなっていうのを、白内障手術してみて、汚れだけ取って、そしたら厚みわかるじゃない。じゃあ、大体の厚み出てくるよね。結果として、より正確に人工のレンズが計測できるよねっていうメカニズムでやられている方法です。なので、x と y、x 足す y イコール4だとしても、なんか x が、ほぼほぼ3ぐらいじゃないっていうふうに分かってくるイメージ。そしたら y は1だよねってすぐ分かっちゃうじゃないですか。こんな感じのもんなんですよ。素晴らしいなって思いますよね。おっしゃる通りで、ある程度、その精度も高くなるんじゃないかと言われているものです。ただし、デメリットがあります。何かっていうと、一つは、それでさえ不安定なことがある。だから、一見、その理論上は、より正確な人工のレンズがわかるようになりましたってことになっています。が、現実問題、私の病院もオラもあるし、ほとんどもうレーザー手術はしてないので、もう使わなくなりましたけれども、両方使っていました。が、じゃあオラを使ったら素晴らしく完璧な度数になりましたってことをあんましないんですよね。もちろん度数は良くなるんですけど、じゃあ普通の計算式と比べて、もうオラにしたからですよね、完璧ですってわけじゃなくて、普通の計算式でもかなり精度が良くて、で、普通の計算式プラスオラを使った人が、なんていうかな、精度が爆発的に向上するっていう実感はあまりないです。もちろん、精度を上げる可能性があるので使ったりするんですけど、逆に悩まされることもあるのよ。つまり、オラの数字がなんか思ったのと違う数字になったわっていうことがあるのね。そういう時って、どうしようって思うのよ。つまり、術前にいろいろ調べた結果で、例えばあなたの目に入れるレンズが22って出ました。10中、オラっていう検査機器をして、あなたに入れるべきレンズは 21.5 って出てきました。さてどうしたもんか。迷うよね。いや、オラの方が正確だからオラでいいんじゃない。そうとも限んないのよ。じゃあ、オラと思って 21.5 入れました。そしたら、思ったよりちょっと見え方悪いよ。なることがあるのね。つまり、情報が増えれば、精度が必ず上がるかと思われていたんだけども、もちろんその面もある。が、そうとも限らないっていうのが正直なところです。なので、オラはあるに越したことはないけれども、ないとこれは正確な度数が計算できませんよ、なんてことはない。というのが今の現状だと思いますね。きちんと手術前にいろんな精密検査をしておけば、大抵のところで問題なく度数が出てきます。いやでも、私は白内障手術してやってみたら、思ったのと違う度数になってきたよって人もいると思います。でもそれは、オラにしたから本当にその問題って解決したのっていうと、そうとも限んないのよね。だから患者さんによっては、いや、私は絶対オラじゃないと嫌ですとかっていう患者さんがいたら、じゃあオラでやりましょうかってやって、同じ度数だね。ちょっと普通に入れるっていうのがほとんどで。そんな感じなんですよ。なので、オラにしたから、やっぱ度数が違ったねなんてなると逆に不安になって、どっちで行こうかなって僕も迷っちゃうっていうのが正直なオラの状態。だから、最新の技術を持っていると、この技術がいいよ、ぜひこれを持ってるところに行くべきだって言いたくなるのよ。うちの病院だって、レーザー白内障手術とか入れた時とかの値段とか、オラを入れた時とかって、100万、200万じゃないのよ。もっともっとの値段をかけているわけよ。だから、多分病院経営者的には、なんかこれすごいでしょって言いたくなるし、もう気持ちもそうなんじゃない。やっぱ、それだけのお金かけたんだから、もう素晴らしいものだよねって。そう信じるからお金をかけるわけで。患者さんのためになると思ってお金をかけるわけ。それ正しい。正しいんだけれども、本当にそこまでかって言われると、僕は勤務医だから。別に、院長が、事務長が、偉い人が、いくらでこの機械を入れたかって、どうでもいいのよね。そのことで怒られるかもしれないけど、どうでもいいのよ。
まあ結果良ければいいかっていう感じなんですよ。僕にとってはね。うん。病院にとっても、これは、こんだけのお金をかけたからって言われても、はぁっていうね。うん。まあ、別に、結果が良くなれば僕はそれでいいんですっていう立場なので、だから、まあだから使ってもいいし、まあまあまあじゃないっていう感じの使い方だね。それはね、お金かけて入れた人にとってみりゃ、なんなんだよお前、平松さ、こんなお金かけたんだからもっとがっつり使って宣伝してよって多分言いたいと思うのよ。まあね。悪くない悪くない。いいもんだと思ってるよ。いいもんだと思ってるけれども、なんかこれも素晴らしいですって自慢できるほどかって言われると、他にもっとすごい機会っていろいろあるし、なので、まあ、悪くはないけどっていうぐらいのニュアンスで、一勤務医としては、思いますね。まあ、これが僕がね、例えば、社長的な立場だったら、もうちょっとね、こう自慢したくなるんだろうね。自分でお金たくさん出したら。全然出してない。っていう感じですね。もちろん、それぞれメリット、デメリットがあるので、私としては、レーザー手術じゃなきゃダメですかオーラじゃないとダメですかって言われると別にそんなことないと思いますと。ちなみに私の母親、白内障手術しました。オーラ、使いましたか？別に使いませんでした。レーザー白内障使いましたか？使いませんでした。普通に私が手でやりました。こんな感じなんです。俺は使ってあげればよかったんじゃないって思うかもしれないけど、いや別に問題なく終わって、問題なくちゃんと視力出たから、よしっていうふうに思ってる感じですね。なので、まあね、それぞれメリットデメリットありますけれども、どうしてもね、ネット上の情報はちょっとオーバーめに出てることが多いです。なので、使うことは全然悪くないと思うし、そういうところを選ばれるのはいいと思いますが、まあ、なんかあんまりにもね、これやんなきゃとか、地方に住んでるのに、どうにか都会に行ってこれを受けなきゃとかっていうのはちょっとやめた方がいいですね。大体ね、そういう動画出してる先生は都会とかのすごいいいところにいて、で、たくさんの患者さんが集まるような場所なんですよ。例えばこれが、そうね、すごい人口5万人とかの市で、ぜひオラをやってレーザー手術をしてなんて、さすがにね、回らないと思うよ。なので、別にそういうところがないから、そこのクリニックはダメとか、そんなことは僕は一切思わないというふうに思っていただければと思います。こんな感じで、新しい技術とか、白内障のこととか、そういうね、緑内障のこととかも含めていろいろアップしてますんで、ちょっとでもいいなと思ったらコメント欄になんかね、励ましの言葉書いてくださればと。めんどくさいなって場合は高評価ボタン押してくださればと思います。よろしくお願いします。